こんにちは。アグロを使ってると珍しいと言われる春日部紬です。黒は出ないですが、土地1で1、2、3と動けるのでキープ。お相手警護される不敗層。これはセレズニアポイズンですね。こちらのアタックは通って残り18点。お相手決闘者をキャスト。強いですが一応止められてますね。伝説ランドはいいドローです。タイアグロ最強生物のグリッサ3をキャスト。6点通って残り12点。お相手ハイマワル合唱者をキャスト。小粒ビートにはこの盤面突破は厳しいですね。セレズニアには破壊不能インスタントもありますが、ハジャールがいるのでグリッサ3で大体止まってます。ここは悩みますが、このターンは除去を優先することにします。グリッサのアタックはチャンプされます。そして何を取るかですが、決闘者ですかね。もう毒殺されるにはこちらが有利に傾きすぎてますが、ダブストだけはワンチャンありそうなので取っておきます。お相手膨れた汚染者をキャスト。強いですが、最強生物のグリッサの前には1と変わらないです。こちらはギックスをキャスト。3マナ帯までに赤緑、緑黒、黒黒がいる激ヤバ構築。お相手不敗層でチャンプ。トーラは2ドローですから、1枚チャンプで済むならまだいい方です。お相手汚染者でアタックしようとしてやめました。破壊不能構えかな。こちらは嵐探しをキャスト。適応体をバフしてアタックします。ここでお相手魂の仕切りグリッサ3が取られます。破壊不能はないようです。4点通って残り8点。ついでにギックスのドローは完璧。お相手別館の保証をキャスト。強いトップですがこちらの方が強い。汚染者のアタックはライフで受けます。こちらはハラナとアレイナをキャスト。嵐探しとハラーレでお互いをバフする定番ムーブ。これでフルパンです。6点通ってこちらは2ドローです。ギックスも複数投入するほどではないですがうまく回ると本当に強いです。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。土地多めですがこれはティーク。お相手赤白ランドからラフィーンの密通者。これはリアニっぽいですね。なかなかクレイジーなカードが落ちました。こちらはしつこい負け犬をキャスト。お相手苦々しい再会をキャスト。さらにルッティングをしてきます。こちらはのど首狙いで密通者を取って攻めに行きます。どうせジンギタクシアスが出てきたら除去できないので。お相手さらに追加の密通者。このカードパイオニアでも使われるだけあってほんと強い。こちらはドロスの魔人をキャスト。そして負け犬でアタックします。これで相打ちしても2点です。お相手幸福将来はキャスト。対戦相手のリアに最速でコンボ揃いすぎ問題。ジンギタくんちょっと哀れっすね。こちらはまずドロスの魔人でアタック。そして追加のドロスの魔人をキャスト。これでオリビアがアタックしたら魔人の能力で4点ルーズですね。お相手密通者をリアニメイトします。これは当然ブロックで。こちらは7点通ってお相手は4点ルーズ。そしてここで回答なくお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは嵐探し以外は大体出ますね。こちらは進化する適応体をキャスト。お相手やぶっちをキャスト。もう分かりました。これは抹消者格闘です。こちらは負け犬をキャスト。適応体が育って2ほんと強いあんこですね。お相手ラノワールの浄土語りをキャスト。マナプリ搭載は格闘ウォールイン型って感じがします。
こちらはギックスキャストからの2体アタックでトーラバ2ドロー。完全に分回りルートですね。お相手3マナ目から浄土語りからのしつこい負け犬をキャスト。こちらは残念ながらマナが詰まりました。とりあえずフルタン。1体相打ち2体取って残り4点と2ドロー。どうせ負け犬はもう奇襲できないので相打ちでも気にしません。追加のドローでもアンタップ土地は引けず、次のターン抹消者格闘されるのが負け筋なので、ここは除去を構えてエンドです。お相手絶望将来をキャスト。これなら問題なく勝てそうです。エンドに浄土語りを除去。これで勝利確定です。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これも色は出るのでキープ。お相手オータンっぽいですね。理想で言えば獣呼びからですが、まず打ち消されてはい。ここで陣出てこないかと期待しましたがダメでしたね。こちらはハジャールをキャスト。打ち消されてもいい順にキャストしていきます。お相手エンドに発見への渇望。お相手メインに衝動。これは土地か打ち消しを引けてないみたいですね。土地を引けてないみたいです。さっき渇望で捨てたのがあだになりましたね。こちらは嵐探しが通って2体でアタックです。ここでお相手消えゆく希望。しんどそうですね。3点通って残り17点。お相手メインで考慮。土地を探してますね。そしてトレイリアの恐怖をキャスト。土地ではないですがこれは強い。しかし打ち消しはないようなのでこちらはグリッサ3をキャスト。赤緑では厳しい盤面でも黒が混じればこれで止まります。どうでもいいけどニンスレのおかげで外国人から紡ぎ3ってメールもらうとちょっと面白い。お相手2枚目のトレイリアの恐怖をキャスト。そして1体はアタック。そしてトンズラグリッサ3の最強生物っぷりを知らなかったようですね。こちらは一旦アタックは控えて盤面を作りますか。獣呼びからミグロズをキャスト。そしてこのままターンエンドです。お相手ようやくの4マナ目から傲慢な陣をキャスト。これ実は青のホーム感らしいですよ。こちらは嵐探しをキャスト。ここにはお相手本質の産卵。もうアタックして対処を迫っていきますか。待っていても空からに3ターンで終わりです。ミグロズでプラスしてとここでなんかミグロズが惜しくなってハジャールの能力起動。これだったらミグロズプラスにしないで5倒した方が良かった説はある。はい、結果論ですがマナ立ててたらハジャールだし直せてましたね。お相手陣だけでアタック。多分盤面触る手段はなさそう。こちらは進化する適応体からハジャールをキャスト。フイリオンの獣呼びがこんなに育つのは珍しい。3体でアタック。お相手のブロックにはミグロズでプラス2修正。お相手ここで陣にトンズラ。こっちにブロッカー2体出たのでそうせざるを得ないですね。さてお相手残り3マナですが1枚でもキャストできるカードがあれば負けです。ないのかな。ないのか。もしかして否認とかだったんですかね。1枚呪文貫きだったらトンズラに全部重ねれば届いてます。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これも良いハンドキープで。こちらはしつこい負け犬をキャスト。お相手ジアーダをキャスト。
天使デッキですかね。こちらは負け犬でアタック。同じ2マナですが命の重さが天と地です。お相手3マナ目からジアーダでアタック。第2メインで鼓舞する監視者をキャスト。これは強い動き。こちらはまず2体でアタックです。グリッサ3の能力で1ドロー。こちらは進化する敵応体をキャストからのミブロズをキャスト。土分回りではないですがなかなか強烈な動き。お相手まずジアーダでアタック。2点入って残り14点。さらにセラの模範をキャスト。強いですがもうクリーチャーのサイズでは止まりませんね。ここは2体でアタックします。グリッサ3の能力はカウンター取っておきますか。あんまり意味がない気もしますが、こちらは敵応体から負け犬をキャスト。これで土地を置いて集団失踪されたら泣きますよ。お相手鼓舞する監視者をキャスト。助かりましたね。ジアーダのアタックは通って残り12点。ここは全員でアタックです。ミフロスの1マナ能力を起動。あ、これ警戒ついてたんですね。先起動が必要だったか。一応2マナ能力も起動して14点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでジャンドアグロでした。なぜか4マナ帯を全然引けなくて3マナグッドスタッフ動画でしたね。現在は赤緑黒の3色は優秀な生物が複数実装されたことで赤緑、赤黒、緑黒度の2色もアグロが試されてますね。個人的には赤緑は除去の範囲が狭くて動きが直線的で積む盤面が多くなる。緑黒は速攻とか出た時に仕事するカードが少なくて動きが全体的にもっさりする。赤黒は強いけど生物の枚数が足りなくてグーワが入ったりしてアグロっぽくないって感じの弱点を感じました。じゃあ3色でアグロしたらどうなるかというのを試した結果がこちらです。負け犬、嵐探し、ハラーレと速攻要素を比較的重点して組んでるのがポイントですね。一応嵐探しやハラーレから出した時仕事しない魔人やグリッサを投げて強いってのをやろうと思ったんですが動画内ではあまり機会に恵まれませんでした。ハラーレから魔人をキャストできたら8飛行速攻でさすがにゲームエンド級ですね。あとは最強生物のグリッサや単純にサイズがでかいミグロズ、魔人などとアグロに強いカードが多いので赤単や白緑には強かったです。さてこのデッキの強さですがまあまあですね。ちょっぴり勝ち越しくらいです。というか現状白混じりか赤単以外のアグロはちょっと厳しいかなって。というのも現状は黒単コン白単コン青白コンと除去コンが環境に結構存在しています。これらがせめて遅い全除去連打系なら良かったのですがちゃんと BO1 用にチューニングされていて単体除去も豊富です。今だか勝率をはたけるアグロを作ろうと思ったら作れる部サリアあたりが持ち物検査になるかなって気がします。とはいえこれらの中速アグロに価値がないわけではなくて赤単などの速いアグロに強い中速のアグロがいればメタが回ります。環境次第では全然ワンチャンあるパワーはあると思います。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。